この辺映してもらったらね、こういう裾野が広がった根元がね、これも多分土にこのぐらいまで埋まってたと思うんです。これぐらいまでで掘り上げたらこんないいところが出てきたみたいなね。はい、畑の木のそういうところが魅力だったり、植わってた時ではわからないけど鉢上げてみたら結構すごいのが出てきたみたいなね。これも綺麗に仕上げたら名木になりそうな感じがありますね。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養泉4代目北谷隆一です。今回はですね、ちょっとご紹介するパターン、ちょっと役に立つっていうパターンじゃないんですけど、畑にねうちは松いっぱい植わってるんですけど、これを鉢に上げてでしっかりいい盆栽にしていくっていうのがうちの流れなんですけど、そのね今日は7月の初旬中旬ぐらいなんですけど、今の時点での畑なんですが、その流れをちょっとご紹介してみたらなと思って、撮影しております。で本題に入る前に少しだけお時間ください。今もなおねメールマガジンやっております。もう100通ぐらいになったのかな。で結構何千人もの方が登録してくれてるんですけど、この動画の概要欄の方で見つけていただいて、でメールアドレス登録していただくだけで無料で、定期的に届きますんで、そちらもよかったら使ってみてください。はい、本題に戻ります。今ねうちの盆栽畑の、真ん中ぐらいにおるんですけど、こういう感じでやっぱり、盆栽畑に生えてる松ってすぐねボサボサっとなるんですけど、やっぱ鉢に入ってるのと違ってね、地面に植わってるとね根が好き放題伸びるんで、しっかり栄養をとってね成長がもうめちゃくちゃ早いです。なんか僕の感覚的には鉢に入ってる盆栽の3倍ぐらいはスピードが速いんかなっていうような、そんな印象ですね。はい、で今これ夏の状態なんですけど、こういうモサモサしたのを時期的にうちの地域で5月6月7月あたりにしっかり枝を切って、でその次の春にちょうどいい芽になるようにするんですけど、このモサモサがですね、ちょっと見てもらおうかな。この辺行ってもらおうかな。こういう感じでもうすっきり、もう葉っぱも切って芽も切ってでね、もうスッカスカにするんですけど、この辺一帯切ってますけどね、これを5月6月7月の中旬ぐらいですかね、それぐらいまでに切ってたら次の2番目が元気なのが出ます。でそれがねちょうど来年のね鉢上げの時期の4月頃にちょうどよくなると。こういう状態がちょっともさっとなって、今年の、うちは今年5月の鉢上げになったんですけど、本当はもうちょっと早い方が良かったんですが、そちら上がった状態の今からちょっとまたお見せしようかなと思います。じゃあちょっと場所を移ります。畑でね植わってた木がこういう鉢に上がった、鉢といってもねこれ黒いポットですね、トロ箱と呼ばれるような、これがまたね穴自由に開けれてね、すごい発育にいいんですよ。でこういう状態に入れて、でこれがね、5月中旬ぐらいに鉢上げましたかね。本当は4月ぐらいが良かったんですけど、いろんな事情があって5月中旬ぐらいでもちゃんとねついてます、根付いてますね。でビューッと長い芽がいっぱいあったのをちょっと目立つとこだけ切ってっていうぐらいの状態ですね。また古葉なんかは後日きれいにすっきりさすような感じで、まだまだね剪定してから鉢上げたとはいえまだ荒っぽい感じ。これでも樹齢100年以上とかね経ってますからね。でちょっとねせっかくなんでちょっといい木も見てもらいましょうかね。こんな感じでね、これなんか結構粘りのいい木、足元のいい木ですね。この辺映してもらったらね、こういう裾野が広がった根元がね、これも多分土にこのぐらいまで埋まってたと思うんです。これぐらいまでで掘り上げたらこんないいところが出てきたみたいなね。畑の木のそういうところが魅力だったり、植わってた時ではわからないけど鉢上げてみたら結構すごいのが出てきたみたいなね。これも綺麗に仕上げたら名木になりそうな感じがありますね。こういう元気につくのもあれば、
ちょっとお恥ずかしい話なんですけど、たまにはねこうちょっと枯れちゃうのも出ちゃうっていう、掘り上げた時にしかわからないんですけど、ちょっと根が悪かった、悪いっていうのは太いゴツゴツした少ない本数の根しかなかったっていうんで、もうこれに植える時からもうちょっと危ないかなと思ってたんですけど、案の定でも今年20本ぐらいあげて本当に根が悪い子だけ枯れたんで、他は正しく作業できたかなという感じではありますね。はい、これが今年鉢上げた状態。これがねもう何年かしたらまたさらに落ち着いてきますんで、それを今からちょっとお見せしようかなと思うんで、はい、こちらよかったら来てください。この辺がねちょっと植えてから2年ぐらい経ってる木ですね。さっきのがあげたばかり、これが丸2年ぐらい経った黒松ですね。1年かなこの子ちょっとすごい状態がすぐ良くなってるんですけど、さっきの荒っぽい状態からすると芽の数が細かくねたくさんっていう感じになってると思います。もうここまで来たらもうなかなかね、でもまだまだ素材っぽさがあるんで、もうちょっと枝がねもうゴツゴツしたのが柔らかくなってきてもらったら、針金をかけてかなり仕上がる、その完成に近づいていくという。もうあと1年ぐらいこの状態で管理して針金かけたらいいかなという感じですね。でこういうのがさらに何年か経ちますと、うちでよく扱うこれ一番いい黒松なんですけど、玉慶という名前のね、これが鉢上がってそうですねもう10年近くなると思います。もともとはね先ほどご紹介したような荒っぽい感じの芽だったんですけど、それが年数を重ねることによって細やかな芽になって、芽数も増えてね、でさらに針金かけて、これもうすぐ1年ぐらいになりますかね。銅線でかけてるんですけど、しっかり配置もねちゃんとすればもうかなりすごい自分の牛の木をすごいって言ったらあれですけど、いい盆栽になってきたかなという感じですね。畑に植わってる状態と、鉢上げた直後と、12年経ってるのから、10年ぐらい今ずっとこう見ていただきましたというところですね。こんな感じでやっぱ最初はね荒っぽいですけど、それでも、これ10年ぐらい経ってますけど、5、6年経ったらね結構ここに近いぐらいはいきますね。でさらにそこで針金かけてこんな感じっていう、急げばねいけると思うんで、だからそうですね、うちの木はこれはもう販売のプレゼンみたいになりますけど、最初は荒っぽくてこれどうしようかなみたいなんでもね、5、6年頑張ったら結構綺麗な木になるんで、もしよかったらねトライしてみてくださいということで、サポートはしっかりいたしますんで、最後ちょっと営業みたいになっちゃいましたけどすいません。こんな感じで盆栽ってねもうずっと同じじゃなくてどんどん良くなるっていうのを見ていただきたかったんで、今回こういう動画にしてみました。では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。